焚き火の準備はしておこうかなと思います。今ね、4時前なんですけど、夜から降るらしいから、ちょっと厳しいかもしれないんですけど、割るだけ割っとこうと思います。バックパックで来てるから、斧は持ってきてないんですけど、久しぶりにバトニングして、フェザーでもこしらえようかなと思います。これなんかすごい簡単そうな感じで、すごいよね、木の芽まっすぐ。全然違う。久しぶりにバトニングするな。最近はもう斧でパッカーンやってたんで、全然やる機会がなかったんですけど、今日は久しぶりやね。いいね、この簡単に割れる感じ。ああ、いいね、こんな簡単に割れてくれるや。最近買っとる広葉樹がもうカッチカチすぎて斧でもね結構きついんですけど、こんなナイフで割れるようなのがいいな。これいい、久しぶりにやるな。うわめっちゃ削りやすい。なんかいろんな動画見とったら、押さえつけん方がやりやすいっていう人もいらっしゃいますね。どっちでも。崩れてる。風強くなってきたのは大丈夫かな。すごいね。どうですかねなかなかワイルドな感じに仕上がってます。転がる。
パチグリルなんかそろそろやばそうなんですけどなんかひっくり返して使うと復活しますよってことなんで、やってみようかなと。今までこう使ってたんですけど、こう使うと逆にするはまらんけど、すごい。うわ、いけるか。よし。フェザースティックを作った意味が問われていますけども、よし、久しぶりにメタルマッチ組んでつけるか。あれ使わんの？ダメや。フェザースティックがただのスティックになってしまう。ダメやね。ダメでした。すいませんでした。で、今日はですね、実は、着火剤を持ってきています。まあ最近やっぱりね、なかなか雪とかでね、湿ったりするんで、これダイソーで買ってきた着火剤やね。とりあえず1個使ってみよう。初めて着火剤使うわ。燃えるといいね。ついたんやろか。すげえな、着火剤。マグネシウムすげえ。カレー肉じゃが用野菜ミックス。そのままクッキング。今日やっぱリュックなんで手軽なやつしか持ってこんかったですね。めっちゃ入るけど、外るところに置いとく俺も悪いけどさ、ちょっと外すぎじゃないけ。これほとんどすぎかな。めちゃくちゃ外るね穴開いちゃいましたねうおーカリンシアに火の粉飛んだらなくな。めっちゃ飛ぶな。離したし、今アルミマットをかぶせてますね、ちょっと薪のはせ方が尋常じゃないのでちょっとバーナーに切り替えました。もうすごい飛んでくるから。うまそう。うまっ。汁うま。うわコース、うわコース、うわマジか
ここまで飛んできたぞ。ここまで飛んできたぞ。ひどいよね、これ。ちょっとひどいよ。なんかその辺にも飛んでったけど大丈夫。うわあ、ちょっとひどい。はぜ方がひどい。今日は焚き火無理やったね。このはぜ方ではね。間近で暖を取るのは無理だな。トマトジュース。さすがにここまで焚き火離れとったら全然熱こんね。で、リゾットです。リゾット作る。コンソメもういいかな。もう多分結構味ついとると思うんやけどな。味ついとるわ。このまま火にかけよう。あんまり囲みすぎると良くないなみたいよね。やっぱり温まって。やっぱこれいいな。インフレーターマットいいな。まあインフレーターじゃなくてもいいんかもしれんけど、ちょっとなんかソファー的な感じで使えるのがいいよね。後ろでゆったりできるというかね。いやー大変なことになるね。いやー楽しみ。いやー降ってきたな。あられかみぞれか。これ雪ではないね。いやーでもな焚き火で温まれるかなと思ったけど全然やったな。外るからね。だからあんまり無理して寒さを我慢せずに寝袋の中に入って映画を見るとかね、なんかそういう感じの時間の過ごし方でもいいのかなと、思いますね。あとは寝てる時にね、雪だかあられだかなんだか知らないけど吹き込んでくるかどうかっていうのもちょっと心配ではあるけどね。すげえこれすごいぜこれ。うまそう。いただきます。うんめ。これめっちゃうめえ。これうめえな。ポトフにトマトジュース入れてリゾットにしたらこれ最高やな。めっちゃうめえぞ。歴代入るなこのうまさ。チーズが暴動を起こしている。これうまいわ。はい、今ねキャリンシアの中にパイルダーオンしました。今だいたい0度ぐらいかな。氷点下には行ってないかなと思います。多分スペック的には何の問題もないかなと思うんですけど、で今音聞いたらわかるかもしれないですけど、めちゃくちゃ雪降ってて、すごいタープに積もり始めてるんで、多分明日起きたら真っ白になってるんじゃないかなと思います。こっちも開いとるしね。こっちもフルオープンやしね。どうなるか分かりませんけど、普通に寝ようと思います。それでは明日お楽しみに。おやすみなさい。おはようございます。無事だったね。よいしょ。だね。
おはようございます。今ね、7時半ぐらいで、今ちょうどマイナス1度ぐらいですね。まあ、そんなに寒くないですね。いや、朝飯食べよう。朝飯はパスタ食います。前回ソース忘れて食えんかったんで、タープだるだるなっとったね。やっぱりタープに雪積もると、その寝袋に触れてしまうから、そこがねやっぱり締めるというかね、なんか水滴ついたりして、あんまり良くないなと思ったね。まあ、実際キャリン車は防水なんですけど、やっぱちょっと染みてしまったよね。ちょっと染みてしまいましたね、寝袋に。エアマットとかにもね、ちょっと、まあ、水の染みができてしまったし、雪積もっとった時はもうこれがもうダルーンとなっとって、こういうところに触れたりね、逆もしかりやじゃね、その足元の方に触れたりして、ちょっとねやっぱこのほら染みできとるしね。それを思えばやっぱりシラフカバーあった方がいいのかなと思うけど、高えからな。高い。純正で5万やら6万で寝袋より高いしなんか海外サイトとかでね、だいたい100ドルとか安いやつやったらもうちょっと安い80ドルぐらいかな。まあだいたい1万いくかいかんかぐらいなんですけど、まあ結局空輸代入れると1万3000、4000とか、2万以下ぐらいになっちゃうんですけど、でもどうなんかね、あれ20年前ぐらいのやつだよね。よく読んでみるとね、ゴアテックスって書いてあるけど、あとちょっとくじ引きチックになるのがなんか、怖いなと思うんですけど、どうですかね皆さん、使われてる方。あとなんか軍用の払い下げ品、放出品扱ってる店舗が、都会とか行けばあるらしいんですけど、富山県はいかんせんないので、そういうとこ行けばねいいんですけどね。ちなみに国内のなんかそういう卸やってるところのサイトだったら2万5,000円とかあったかな。それでもやっぱちょっと高いよね。でもなんか安いというか、まあゴアテックスじゃないカバーだったら、カバーと寝袋の間がねべちゃべちゃに結露してしまうということで、あんまり意味ないんじゃないでしょうかっていうね、なんか懸念はあるよね。ちょっと多すぎんかちょっと多すぎんか、大丈夫ですかこれ、ちょっと多すぎんか朝から食うな。で、あと、雪中タープ泊で難しいなと思ったが、ここよ、ここ溶けてきてさ、傾斜つくんよね。で、昼過ごしてた時に、自分、この、まあ、例えばここ、1列目、2列目みたいな感じで使ってたんですけど、こっちがね、もう溶けてるんですよ。溶けてるから、これどんどん下がってくるんですよね。で、初めこのマットに横になった時、こんなになってて、斜めになってて、こりゃ寝れんぞと思って、まあなんかちょっと動かしたりして、調整したんですけど、難しいね。やっぱりちゃんと、整地してからやらんと、まあ整地はしたつもりなんですけど、難しいね。よくすぐ動くしね、こういうのもね。ほんまはね、下にアルミマットを引く予定だったんで、ですけど、まあいろんな珍しいところがあります。まあ無事に一晩越せましたけどね。よし。いただきます。うまい。今回ほんと焚き火別に無理にせんでよかったな。本当にね。
焚き火楽しいけどね。焚き火楽しいけど、その無理やりというか、なんていうかな、せんなんあかんですっていうものでも、ないなと、思ったね。雪降ってくるとね、もう、あんまり野ざらしにしといてもなんか都合悪いし、最近ほんと、パティシマ先生に影響されまくりですよ。なんかアルストもいいなと思うしね。まあいろんなスタイルに憧れるっていうのはしょうがないですよね。これが沼の始まりかもしれませんけど。でも楽しいね。うん。入った。こんな感じですね。まだ雨じゃなくてよかったね。雨降っとったら、ちょっと萎えるよね。5メーターってでかすぎるよね。タープハグにはね。ちょっと、登山とか行く人すごいよね。ほんともう、どんだけ雨降っとってもやらんなもんね。すげえなと思ってますけどね。ほんと。よし。片付いたんないかな。暑い。汗だくになる。こんなとこほんまにね、雪山登山する人すごいわ。はい、今回の動画は以上になります。大変やったね。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではですね、普段のキャンプ動画をメインに、その時に感じたこと、役に立つなと思うことを上げていくチャンネルです。動画制作の励みになりますので、よろしかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた動画でお会いしましょう。バイバーイ。